なんか恥ずかしいな、改めて挨拶とかしてる。すごいな。見物しようぜーうぜーうぜー絶対ここ使ってもらおう。宇野昌磨オフロードチャンネルです。はい、どうもさん、こんにちは。フィギュアスケーターの宇野昌磨です。今回は、よく喋る友達の2人に来てもらってます。自己紹介よろしくお願いします。和樹くんからお願いします。う。俺からフィギュアスケーターの友野和樹です。よろしくお願いします。今回呼ばれます。よろしくお願いします。フィギュアスケーターの本田真凜です。お願いします。イエーイ。お願いします。お願いします。すごい。なんかもうね、ワクワクしてる。サムネどうするの？こんな感じなの？謝罪会見。重大、なんかさ、重大発表みたいな。何をするか特に決めてないんですけど、とりあえずね、喋っていこうっていう。とりあえず妹さんの本田沙羅さんから質問を考えてもらって、その質問に3人で答えていくっていう感じで。まず、僕は答えるだけなんかこんな感じで。もう全く見えないです。こういう読めない。こんな感じで。いや、見えない。はい。よしででん。1問目。でん3人はお友達歴何年ですか？だって。お友達歴？かずきくんはメールアドレスにギターのかずきって書いたのがもうめちゃめちゃ前のまんまあるで。メアドは交換した。なんかそう、一番最初に多分出会ったのが、僕がノービス B2 年目初めて全日本ノービス出た時に、めっちゃ相手、翔馬くんやのにめっちゃペラペラ喋って、多分なんやこいつって思われとったんやけど、多分それが出会い。最初はね、僕もかずきくんのことをね、なんか、僕のね、友達のハードルって高いから、実際友達ってなると、ここ数年って言ってもね。そう、本当にそう。ぐらい。でも、ここ数年は本当に、なんか、かずきくんがシニアに上がってから、一緒の試合にね、行くようになって。行くようになってからとか、なんか、一緒に行動するようになって、話すようになったし、友達と言ってもね、そう。ありがとうございます。おめでとうございます。はい。あとね、最近一緒にゲームするようになったりとか、かずきくんって、何でもやるじゃん。ゲーム誘ったらゲームやるし、話したら何でも話すし。もう言い方よ。何でも。言い方悪い。便利屋です。何でもやです。はい、じゃあ、いや、待って。この2人しか。ここ2人。かずきくんは、太一のそう友達で、ステップ王子っていう人がいて、一緒やな、もうギターの子やもんな。で、パパがステップがめちゃめちゃ上手い子がいるっていうのを聞いて、それが今から思えば和樹くんっていう感じで、だからでも友達ってなったのはいつぐらい？まだだってちゃんとさ、ジュニアグランプリ出てからじゃない？で、最後の年だから、横浜大会ぐらいになったらもうだいぶめっちゃ喋れるようになってた。だから最初の世界ジュニア行って一緒に。で、そっから多分だいぶ話せるようになった気する。俺的に。確かに。翔馬くんは、なんか知ってはいたんですけど、初めて会ったのが、14年 ?14、6、7、8年前。やば。のアジアントロフィーで、マリンがノービスで、まだ。翔馬くんが、ジュニアだけど、確か多分シニアの試合に初めて出たみたいな感じで。そう。僕は4回転初めて飛んだ試合だ、確か。で、なんかボールで遊んでくれたのを覚えてます。
そう、なんかビーチボールで遊んでくれるお兄ちゃんっていうイメージが。ボールで遊んでくれますよね。めっちゃわかる。はい、次の質問。はい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 。それぞれの第一印象と今の印象は？まあ僕の和樹くんの第一印象は、まあやっぱりなんかギターでなんかもうストレートナインステップの半分ぐらいずっとこうやって踊ってた。ずっとこうやって。今の印象は、なんだろう、喋りやすいよね。やっぱり和樹くんっていうの存在が。で、あと何でも聞いてくれるっていうのがいいし、何話しても、なんか、褒めてくれる。そう、相づちじゃなくて、もう全力で褒めてくれるし、しかも、なんか、ね、めちゃめちゃ細かいところまで2時間、3時間とか喋ってくれるのと、恥ずかしい。あと喋ってくれる。まあ、アジアントロフィーの第一印象は、元気。ただ元気。で、最近の印象。最近の印象、元気じゃない。元気よ。まあ、最近ちょっと元気になったけど、2年前、3年前かな。やばかったね。確かに。今から考える。まあ、確かにな。それはあるかもしれない。一緒の試合とか大丈夫かな。確かに。まあ、ちょっとへこんでた時期もあったかもな。まあ、そんな感じ。でも、俺も一緒で、マリンちゃんは、しょうまくんと一緒で、もうなんか、太一の妹、俺からしたら。そうやね。最初。ほんまにそう。俺からしたら、俺はマリンちゃんが最初じゃなくて、太一が最初やったから、ちっちゃい頃から。そう。初試合とか、もうなんか、お互いほぼほぼ初めての試合とか、俺太一もずっと一緒やって、もうずっとライバルやって、でもなんか、もう腐れみたいな感じ、マジで。何やあいつって二人とも思いながらずっと成長してきたから。で、マリンちゃんは知ってたん。みゆちゃんとかも。で、サラちゃんとか。で、兄弟って知らんかったんや。そう、知らんかったん。で、そう、みゆちゃんのドラマ、そう、俺大好きで、あの女優さん、あの子役すごいみたいな。で、太一になんか、いや、なんかめっちゃ涙の演技があって、もうすごいよなーって言ってたら、ああ、みゆなー。ってなって、どういうことって聞いたら、いや、妹って言われて、ってなって、待ってって思って、じゃあ、本田マリンはって言ったら、妹って言われて、ってなって、で、後からサラちゃんも妹って知って、震えたっていう話。聞いたことある、それ。そう、めっちゃ悔しかった。太一めちゃめちゃハイスペックやん。悔しかった。今の印象は。そう、仲良くなって、でも最初はちょっと、まあ正直な、なんかやっぱり、俺より、まあ、ガンガン全然、上の方でやってたから、まあちょっと、ワンチャン近寄りがたいなってイメージは最初あったんやけど、喋ってみたら、普通に、マジで、でもそれが一番びっくりしたんやけど、太一と一緒で、ほんまになんかもうただの関西人みたいな感じで、めっちゃ、なんか親しみやすくて。やっぱ面白いからな。面白いね、本当に。面白い、本当に面白い。本当に親しみやすいし、なんかすごい素直でいい子やなっていうのは、ほんまにめっちゃ今でも思ってます。ありがとうございます。こんな感じ。はい、素直ですね。次僕の印象。しょうまくんは、マジで第一印象、ボール遊びボーイやから。ボール遊びボーイ。知ってたけど、マジで知ってたけど、いや、すごい人っていう印象やったね。でも、なんかもうマジやんちゃすぎて、こいつやべえって思ったのは覚えてる。いや、この人やべえ。やっちゃなのか。まあ、なんて言うんやろ。まあ、第一印象はやっぱり、もう本当にすごい人やったから、試合だけしか見てなかったから、今の印象は尊敬とか、あとなんかすごい、芯とか、なんていうんかな、なんかわかるなんかすごい自分持ってるから、そう、なんていうちょっと自分の意思持ちすぎて、ちょっと自分の意思持ちすぎて、ちょっと他人に迷惑かけてる説あるけど。で、しょうまくんもマリンちゃんとかと一緒で、なんかほんまになんか素直で何事もこう、全力っていうか、なんかそういう、まあでも上手い選手ってみんな素直よな、なんか。僕に関しては、まあ、素直というか、ひねくれてるというか、ね。いや、まあ、なんていうの自分に正直。そうそう。なんかほんまに正直。それはすごい。も正直、なんていうのかな。やから素直。言葉を選ばない。褒めてないやん、悪口やん。褒めてる。言葉を選ばない。素直かな。素直で、普通にめっちゃいい人って感じ。マリンはですね、まず、和樹くんは、太一の友達の
ステップ王子っていうのが第一印象で、今の印象は、なんか一緒になんかしたり話したりすると、すごくハッピーになれる。ハッピーボーイそう、なんか、アメリカで、振り付けに来てた時に、太一と3人でご飯とかに行ったんですけど、水を飲んでもうめえみたいな。それめっちゃ恥ずかしいんやって。いや、なんかね、水うめえみたいな。そう、なんかもう、なんでもね、リアクションが大きいんだよね。もう、何でも知ってる、物知り博士の和樹くんって感じです。たまに中途半端のとこもあるから。気をつけて。で、しょうまくんは、まあ、第一印象は、遊んでくれるお兄さんって感じで。やっぱさっきも言ってそう、ボールで遊んでくれるお兄さん。お兄さんやな。って感じで、背のことをやたらと言ってくるみたいな。今は、なんだろう、なんか。今は自分より身長が低い。ああ、そういう印象ね。俺もなるほどな。なるほどな。最初は、自分より身長が高いって自慢してくるお兄さんで、今は、自分より身長が低くなったから、何も言わないけど、自分より身長が低いお兄さん。やばい。嘘、今は、さっきの和樹くんの話みたいに、なんか、何にでも、なんやろ、嘘をつかないっていうか、全部正直だから、こう自分が落ち込んだ時とかに名言っていうかすごいしみるものがたくさん迷う言葉ね。違う、もうなんか名言もう神様っていう感じ。ありがとうございます。そういうキャラで世間出てないから。っていうお兄さんです。それぞれのスケートの演技の中で尊敬する部分と好きなプログラムはその2つ。あのノリのダンス今絶対できない。この2人になんか褒められんのなれへん。普段褒めないしね、僕絶対に。確かに。すぐ見てほしい。マジで。